今何とおっしゃいましたか、カイル様。何度でも言ってやるとも、スカーレット・エル・ヴァンディミオン。今この瞬間をもって貴様との婚約を破棄させてもらう。俺はここにいる女性テレネッツァ・ホプキンス男爵令嬢と新たに婚約を交わし、妻として迎え入れることを宣言する。美男美女同士、お似合いのお二人ね。お二人の輝かしい未来に幸あれ。カイル様の新しい婚約者となって愛を育み末永く幸せな夫婦になると誓いますわ。おー、テレネッツァよ、お前はなんと海外しく可愛らしい女なのだ。そこにいる無表情女とは大違いだな。今日に至るまでの17年間、貴様のようなつまらぬバカな女と建前だけでも婚約者同士だったことは、俺の輝かしい人生における最大の汚点だ。恐れながら私とカイル様の婚約は王家とヴァンディミオン公爵家の間で私たちが生まれる前から交わされていたものです。それをカイル様の一存で勝手に破棄できると本気でお思いですか？破棄できるとも、散々罪を犯してきた貴様との婚約などな。罪？全て彼女から聞いたぞ。我が寵愛を一身に受けるテレネッツァに嫉妬し、貴様が学院内で数々の陰湿な嫌がらせをしていたことを。全く身に覚えがないのですが、それとそこにいらっしゃるテレネッツァさんとは今日が初対面ですわ。もしや貴様、己が特別かでテレネッツァが一般かということだけで差別する気か。こんな差別主義者め恥を知れ。都合が悪くなったと見るやだんまりを決め込むか。いいだろう、貴様の悪行の数々を告発してやる。彼女のノートに落書き、お手洗いに閉じ込め悪い噂を流し、さらには彼女を階段から突き落としたというではないか。もう結構です。罪を認めるんだな。解釈はご自由に。婚約破棄の件も承りました。開き直りとは性根の腐った貴様らしい振る舞いだな。貴様のような女のことを歌劇や物語では悪役令嬢と呼ぶらしいぞ。悪役令嬢ですか。ブワー。ならばもう我慢しませんわ。カイル様、この場を去る前に最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか。いいわけがないだろうが、この罪人。まあカイル様、最後と言っているのだしいいんじゃありませんか。お前はなんと試合にあふれる女なのだ。仕方あるまい。貴様、願いとは何だ。感謝いたしますわ。金か宝石か、それとも。では。私の最後のお願いです。そこのクソ甘をぶっ飛ばしてもよろしいですか？貴様、何を言って。伝わらんおバカ様、今後なんて待てよしない。我が愛しのサンドバッグ手加減できない。体をめぐる形、ふとし燃え上がる。誰かが言った言葉、流されないで生きる。負ける気なんてしない。このみくしを配って捧げると誓ったから。咲き誇る助けなんていらなかった。あなたに出会うまでは負ける気なんてしない。この身口を配って捧げると誓ったから。誰でもないあなたにバースとキスのように消えないこの愛もずっと。
さて皆様、私スカーレット・エル・バンディミヨンがこの度感情を爆発させた理由、それはテレネッツァさんとバカ王子に腹を立てたからなのですが、私の怒りの度合いを伝えるには過去に遡る必要があります。私は子供の頃からとにかく人を殴るのが好きでした。スカーレット。はい、レオナルドお兄様。アレクシア家の子息をボコボコにした事件から1週間も経っていないのに、どうしてまた暴力を振るったのだ。今回は平民の子を助けたことになったから良かったものの。お兄様、私だって無差別に誰かを殴っているわけではありませんわ。これにはちゃんと理由があるのです。理由？世のため人のためですわ。妹よ、事件の場に駆けつけた私が見たのは、返り血を浴びながら満面の笑みを浮かべているお前の姿だ。どう見ても楽しんでいただろあら。来週の夜会でお前もやっと社交界の一員になる。これからは暴力沙汰はやめて淑女らしく振る舞うのだぞ。はい。お前がスカーレットか。はい、私がバンディミヨン公爵家の娘スカーレット・エル・バンディミヨンですわ。お前バカだろ。え？俺はスカーレットかって聞いたんだ。返事ははいでいいんだよ。誰も自己紹介しろなんて言ってないだろうが、バカ者め。お前今日から俺の付き人な。はあ？これが私とカイル・フォン・パリスタン殿下我が国の第二王子にして私の婚約者でもあるお方との出会い、そして地獄の日々の始まりでした。カイル様はありとあらゆる地味な嫌がらせをしてくるようになったのです。お父様、これはあんまりな仕打ちなのではないですか。すまないスカーレット。だがこの婚約は王家とのもので、何があっても破棄できんのだ。私は耐えて耐えて耐え我慢し続けました。そして時は流れ、私は15歳となり王立貴族学院に入学いたしました。スカーレット様、今日もクールで美しい。前回の能力測定試験もトップだったのよね。当たり前じゃない。文武両道特別科の誇り、氷のバラだもの。おいスカーレット、婚約者として学院でも俺を支えるようバンディミヨン公爵に命じられたらしいな。ならば今日から貴様は俺の奴隷だな。この頃の私はカイル様に何をされようが全く動じない鋼鉄の精神を身につけておりました。スカーレット様、お昼はどうなさるの？そうね、私は。スカーレット、貴様、俺の昼食も買いに行かずこんなところで何をやっている。わかりました、今すぐ買ってまいります。俺を待たせておきながら謝罪の一つもなしか。申し訳ございませんでした。以後気をつけます。それで謝っているつもりか。バカにしよって死をしてやれ。カイル様、おやめください。なんだ貴様ら、この俺に逆らうつもりか。私なら大丈夫ですから、二人ともどうかお気になさらずに。ですがスカーレット様。お前ら、こいつらが教師に告げ口しないか見張ってろ。はっ、シグルド、おい。はっ。最近少し成績がいいからと調子に乗っているそうだな。さあ、なぜこいつみたいなバカが特別科で俺が一般科に落とされなければならない。なるほど、だから今日は一段と機嫌が悪いのですね。今内心俺のことをバカにしただろう。いえ、私は何も。俺にそんな態度をとっていられるのも今のうちだ。前から気に入らなかったその銀髪、それを切り取り一般科への土産に持って行ってやる。やめてください。でないとお父様に言いつけます。婚約の話が白紙に戻るかもしれませんよ。バンディミヨン公爵など所詮我が父上の犬に過ぎぬ。俺が認めな限り婚約は白紙になどならん。
貴様は一生俺の奴隷として生きるんだ。こうなってはもう我慢などと言ってられません。血は喧嘩なら別の場所でやってくれないか。誰だ。おちおち昼寝もできん。あれは第一王子ジュリアス・フォン・パリスタン様。なんだ、誰かと思えば我が愚邸ではないか。そのようにくだらないことばかりしているから一般化に落とされるのだぞ、愚か者め。たまれ。そうやっていつも貴様は俺のことを見下して。図星を刺されてすぐに声を荒げる、そういうところが愚かだと言っているのだ。いい加減に学べ。確かあなたはバンディミオン公爵家のご令嬢だったか。弟が迷惑をかけたな。すまなかった。いえ、いつものことですので。いつもとは。我が愚邸が自分の婚約者に対して子供じみたちょっかいをかけているとは聞いていたが、まさかあなたは探検で脅されるような行為を日常的に受けているというのか。私の口からは何とも。どうなんだカイル、ことと次第によってはただでは済まんぞ。俺は悪くない。全部その女が悪いんだ。俺の婚約者のくせに俺を敬わないから。シグルド、どこにいる。はっ、ここに。ジュリアスをここから排除せよ。カイル様、その命令は聞けません。なぜだ。俺の言うことが聞けないというのか。ジュリアス様はカイル様と同じく王家の血を引くお方です。カイル様のお言葉に従いたいのは山々ですが、ジュリアス様にもまた俺は逆らうことができません。覚えていろ。明日からまた面倒なことになりそうですね。助けていただきありがとうございました、ジュリアス様。助かったのは果たしてどちらの方だったのかな。このお方、私がカイル様を殴ろうとしていたことに気づいていましたね。ところでジュリアス様はなぜ木の上にいらっしゃったのですか。読書だ。昼休みに教室にいるとつまらんおべっかを言いにすり寄ってくる輩がうるさいからな。今のセリフ、あなたの派閥の方々にぜひ聞かせてあげたいですね。パリスタン王国には2人の王子がいます。正妃の息子である第一王子ジュリアス様が次期国王になる予定でしたが、不正を決して許さないジュリアス様の姿勢に一部の悪徳貴族たちは自分たちの権益が脅かされると感じたらしく、愚かな第二王子カイル様を次期国王に祭り上げようとしているのです。そのおかげで学院でも毎日派閥争い。私は関わりたくありませんわ。だがこれからは教室で過ごすのも悪くなさそうだ。面白いものを見つけたからな。はあ、面白いものですか。ああ、本なんかよりもずっと面白そうなものをな。おい、能力測定試験の結果見たか。嘘だろ。まさか。ジュリアス・フォン・パリスタン。ジュリアス様が1位。主要3科目の1位はずっとスカーレット様が独占していたのに。全科目満点ですって。剣術と魔法の試験では99点までは取れてもなかなか満点には届きません。試験官を倒したとしても剣筋が気に入らないと言われたり、魔法式の構築が甘いと言われたりするなど、彼らの好みに左右されるものだからです。私が取れなかった満点をジュリアス様は手に入れました。スカーレット、ごきげんようジュリアス様。学年首位おめでとうございます。満点で1位を取るのって案外ちょろいな。これは私への挑戦と受け取っていいのですよね。やられたら10倍にしてやり返すまで。おい、能力測定試験の結果見たか。嘘だろ。まさか。スカーレット様が学年首位を奪還しましたわ。やあスカーレット。ごきげんようジュリアス様。学年首位おめでとう。放課後
皆に隠れて一心不乱に剣を振るうお前の姿は見ものだったぞ。もしかしてお二人はそういう関係ですの？断じて違いますわ。でも今回の試験、スカーレット様の喜ぶお顔が見たくてジュリアス様はわざと手を抜かれたとそう学院内で噂になっているんですよ。ジュリアス様の手口はもう分かりました。二度とあのお方の挑発に乗るもんですか。おはようスカーレット。気持ちのいい朝だな。こんにちはスカーレット。いい陽気だな。こんばんはスカーレット。綺麗な夕日だな。ジュリアス様、なんだ？どうしていつも私のいる場所に現れるのでしょう。どうしてだろうな。偶然としか言えんが。絶対わざとですよね。いや、氷のバラが百面相をしているのが面白くてな。自分では無表情を装っているつもりかもしれないが、観察していて分かったぞ。実は考えていることが全て顔に出るタイプだろう。失礼なお方。では私が今何を考えているか分かりますか？腹黒王子め、さっさとどっかに消え失せなさい。だろ？百面相？カイル様の嫌がらせに耐えると決めた時、私の表情筋は完全に死んだはずなのに。最近カイルとはうまくやっているか？最近は顔を合わせてすらいませんわ。カイル様が一般化に落とされて接点がほとんどなくなりましたし。それはよかった。そういえばジュリアス様に助けていただいた日、カイル様は覚えていろと恨みがましく言っておりました。なのにまさかジュリアス様がちょっかいをかけてくるのは私からカイル様を遠ざけるため？ほら、また顔に出ているぞ。お前の銀髪はとても美しい。これが愚か者の愚かな行いで失われるなど、この私が許さない。ジュリアス様。それにお前は私が今まで見てきた中でも最も面白い珍獣だからな。はい。これほど観察しがいがある生き物などそうそうお目にかかれん。そうだ、私の手作りの珍獣ノートを見るか。こんなに価値のあるものをカイルにくれてやるなど、宝の持ち腐れもいいところだ。どうだ、いっそ私の婚約者にならぬか。今よりもいい待遇を約束するぞ。謹んでお断り申し上げますわ、ジュリアス様。こうして私は怒りとストレスをこれでもかというほど溜め込み、二人の王子をぶん殴る日をずっと夢見ていました。そして今、たまりにたまったそれらはテレネッツァさんという火種によってついに爆発することになったのでした。何をしている？言われなきことばかりで腹が立ちぶん殴ったのですけれど、何か？もちろんこの場にお集まりになった第二王子派の皆様にもどうしようもないほど腹が立っておりますわ。今までカイル様の婚約者として、王家に嫁ぐ身として、カイル様やその取り巻きである悪徳貴族たちの理不尽に耐え続けてきたのに、よくもふざけた婚約破棄に加担して私のこれまでの苦行を台無しにしてくれましたね。だから全員ぶっ飛ばしても構いませんわね。調子に乗るのも大概にしろかもしれ。おいこの兵、こいつを引っ捕らえよう。まどろみよ、かの者たちを安らかな眠りへいざないたまえ。この人数を一瞬で眠らせた。なんという規格外な魔力だ。誰か戦える者はおらんのか。こやつを倒した者には私の娘を嫁に。私を守れ。私は妻をくれてやる。だからあの女を近づけるな。誰か私を守る
のだ。さすれば私が所有する奴隷を1ダースくれてやるぞ。おい、我が国では奴隷の売買は禁止されている。ここで喋っては構うものだ。全てカイル様に承諾を得たと言えばどうとでもなる。それもそうだな。よし、私も秘蔵の奴隷をくれてやるぞ。私も奴隷を。なんと醜いありさまでしょう。他人の甘い汁を吸うことしか考えていない畜生にも劣る豚野郎ども。そんな豚野郎たちを思う存分ボコボコにできるのは最高の気分です。さあ皆様、踊りましょう。そうだ、思い出した。聞いたことがあるぞ。奴のあの女の本来の二つは狂犬姫。楽しい時間が過ぎるのはあっという間ですね。カイル様、最後に一曲踊ってくださいな。エスコートはお任せしてもよろしくて、王子様。待て、そのお方を殴るな、スカーレット。スカッとしましたわ。その綺麗な顔歪ませてみたい眉間